油絵になりました。おはようございます。油絵にちょっと準備かかります。リングを起こさないように油絵になりました。いいですね。今日油絵になりました。透明水彩の方、すみません。油絵になりました。この画材を使用しますので、チタニウムホワイト、混ぜ合わせたのですね。スタンドオイルと、チタニウムシルバー、ポピーオイルとチタニウムとシルバー、これ黒、ピーチブラック、ローアンバー、バントシェナトランス、コバルトブルー、シアニンブルー、スープラノジェンダー、コバルトグリーン、カドミウムイエロー、シアニングリーン、カドミウムレッドです。2時に始めますので、2時から始めます。お花がですね、本当今も見たら 38% 同士でね、38% 同士ですごい競りましたね。でお花がですね、うちの我が家の庭のちょっと水がこぼれるのが嫌やな。ジャーマンアイリスでございます。ジャーマンアイリスが美しく咲いてピークを迎えておりまして、もうピークを過ぎようかという状態なので、こいつを描こうと思います。2時ちょうどに始めますよ。よいしょ、こんなんやったっけな。あと5分ぐらいで始めますね。秋葉さん、いつもありがとう。1時5分から待ってたんですか大丈夫ですか？いろいろあったみたいですね。秋安さん、こんにちは。秋安さんって若い方だったっけ？あずきさん、楽しみにしていました。よろしくお願いします。あ、タミコさん、お元気ですかね、北海道からですよね。秋安、時間前だけど、すでにたくさん待機されてね。そうそう、おじさんもほんと5分前、10分前ぐらいからいつも開きます。まさえ中塚さん。あ、すみません、今日お花になりました。新緑はなんか近々、皆さんね、近々です。秋谷さん、映ったワクワク。長チョレンさん長チョレンさんっていうのこれ。チョレンさんですかね。あ、早苗高橋さん。あ、こんにちは、油絵ですか。まあ、何でもいいか。まあ、何でもいいと思いますよ。透明水彩は透明水彩でね、いっぱいやってますしね。油絵が案外少ないかな。油絵何枚目ちびっこ描いたのが1回目もね。そう、ジャマイリスはね、なんかね、毎年咲いてくれるんで、ですね、今、あと黄色と、もう1個、2、3日中に咲きそうなんですけど、この紫とこの子は、もう咲き切りましてですね、もう終わりました。ちょっと違うところにこう植え替えようかなと思ってるんですけどね。ジャマイリス好きですよ。よくモチーフにも描きますよ。で今日ちょっとね写実的に行こうと思いますのでちっちゃいのでいきますね。3号ぐらいね。優しい声全然優しくないですよ。お花になりました。まよまよまよさんもこんにちは。そうお花になりました。どっちがいいかな。ライトをつけた方がいいかな。明るい方がいいですね。やっぱねこのくらいにしとこうか。あと4分で始めますね。そうアンケート取ってたんですよ。新緑に関しては近々近々だけお伝えをしておきますね。近々でございます。ちょっとやっぱ外の工事の音も入りますね。すみません、ちょっと暑いんですよこっち。今も25度ぐらいあるのかな。半袖ですおじさん、半袖です。もう暑いんですよ。もうすごい湿気がここ3日間ぐらいもう半袖。4月の20何日に家建ってる。めっちゃ早いなやっぱりね。めっちゃ早い。壁までできてる。どこなんでしょうかね。あと
3分で始めます。で、ですね、これ映らんねんな、これな。ちょっと軽く下書きだけしておきました。板です。板の3ミリ厚のボードです。ちょっと斜めになってるかな。3ミリ厚のボードです。で、これ多分3号ぐらいかな。適当に切ってます。適当に切りました。入れ物がなくて適当に瓶になったのでいつもやったらちゃんとなんかグラスにするとか水差しにするとかするんですけど、ちょっといいサイズのがなくてですね、本当に何ですかこれは。オールドエルバンタコソースマイルドの瓶になりました。何ですかこれ。あ、そうか、うちでタコスパーティーを学生とやって、うちの妻がですねタコスを作ってくれた時の、多分これはソースのカンカンだと思います。あと2分で始めます。絵の具皆さんね、黒、ロアンバ、バードシェナトランス、コバルトブルー、シアニンブルー、スーパーマゼンダ、コバルトグリーン、カドミウムイエロー、シアニングリーン、カドミウムレッド、シルバーホワイト、チタニウムホワイト。で、板にグレーの黒白のジェスを塗っております。黒白のジェスを塗っております。ということで、あと2分で始めます。ちょっと油絵で、僕が本当日頃生物を描いている時のまあこれは板はあれですよ、皆さんにお見せするようにこんなんでいつもはちゃんとしたパネルに描いてますけど、グレーのジェスを水で薄めたのを2層3層塗ってで研磨してます。だから平滑ですね。平滑になっております。タコスパーティー楽しいですよ。タコスパーティーでももう何年、1年2年近く前やと思うんですけどね、タコスパーティー意外とおすすめですよ。もうちょっと寄せましょうか。すいません、ちょっと揺れるかと思います。絵をなるべく大きくね載せた方が皆さんにとってはいいかなと思いますので、できるだけ寄せますね。よいしょ。ちょっと下が映ってほしいから、これをこうか。これでだいぶこんな感じかな。これが限界かな。よいしょ。あと30秒で始めます。これガムテープで後ろくっつけてるだけなんですよ。うわなるべくこう画角を動かしたくないので、ガムテープでこうやってくっつけているだけです。難しいこと何もしてません。このぐらいかな。このぐらいかな。はい。じゃああと10秒ほどとなりましたので、9、8始めていこうと思います。ちょっと斜めですね。このぐらいかな。よいしょ。よいしょ。いつもはこいつで、コバルト、バイオレット。これちなみにあれですね。ワークショップやった時の絵の具セットなんですよ。ワークショップちゃうわ。佐賀テレビのあれですね。ライブペイントやった時の絵の具セット、このカンカンで持ってってそのまま開けただけです。よし、やっていこう。はい。14時となりました。よいしょ。これは完成油です。ちょっとここを濡らしておいた方がいいです。私はいつもここ濡らしておきます。滑るようにします。よいしょ。ティッシュはできるだけ安いやつでいいですよ。箱ティッシュの100、ついてもった安いやつでいいですよ。よいしょ。よし、やってきますね。まず画面を濡らします。私はいつもですね。でポピーオイルだけです。ポピーオイルだけです。どれでいこうかな。どれでいこうかな。質問あったらしてくださいね。遠慮なくね。ベベ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 。ものすごいいい匂いしますわ。秋安さんありがとうございます。何時間やるんですか。まあ1時間ぐらいですよ。いつもね。そんなダラダラやりません。だいたいいつも1時間ぐらいです。長くても1時間15分ぐらい、2時15分ぐらいまでとかかな。いつもそんな感じですね。
僕は疲れるのでですね、あんまやりたくないというか、もうこれもねボランティアっちゃボランティアですのでね。で皆さんも見てても飽きるでしょ。2時間もすりゃ飽きるでしょ。長い放送とかありますもんね。やっぱりですね、出来上がっていくプロセスをしっかりねバシッと見せて、もうちょっと吸いますね。いつもよりなんか吸う気がしますね。でまんべんなく濡らします。なんでブルーにしたかちょっとなんとなくこのジャーマーリスの影のところがちょっとブルーっぽかったのでということなんですが、朝とちょっと形取った時とより形が変わってやがりますな。どうしよっかな。こんなぐらいかな。ちょっと花見えないんですけどね。よいしょ。アイリスもねいいですよね。僕アイリス好きなんですよ。本当自分で育てたモチーフを描いたりします。でもちょっと今回は多分描かないかなと思いますね。いつも花1年に何枚か描くんですけどね。で拭き取ります。このぐらいの筆でほとんどいけるんちゃうかと僕は読んでるんですけどね。いけるかなと。いけるかなと。4泊いけるかな。ちょっとまだこう吸い込みが激しい気はするね。いつも僕生物とか描くときは本当にこうやって花見ながら一発で描いていくんですよ。ちょっと今日はこの白味とかじゃないので、少し吸収が、激しいのでいつもとはちょっとあれが違うんですが、大体似たような感じになるかなと思いながら。これワンチン代わりの筆ですね。もうこっち暑いですよ。本当に嫌になります。先生がタコスパーティーやったんで制作途中のパレット、そうね、これわざと見せてますよ。だから小さい作品になってしまいますけどね、わざと見せてます。皆さんにとってねこういうのあるといいでしょ。後からアーカイブで見る時もね、パレットとか見ながら勉強できるんじゃないですか。ここまで見せる作家さんは見ないでしょうね。もう全然いいんですよね。僕なんか本当に朝と花変わってやがるな。どこや、全然わからなかったぞ。花の形をちゃんと理解だけはしておいた方がいいですよ。どうなってるのかなというね。で若干下のこのグレートーンみたいなのを薄く塗り残してあげると、下地の色を塗り残すと効果的というかですね。私がビービー喋ってると近所の犬が吠え出しましたね。やばいですね。窓閉めたくないですね。エアコンつけるとうるさいよね。トーク面白すぎて飽きませんよ。面白い話今日特にないですよ。やっぱラーメンは味噌ラーメンかなということぐらいですね。で紫色ですね。紫色ちょっとこうもう作るというよりは、このシアニンブルーとこのスープルマゼンダーですね。まず濃いとこ大体作ります。濃いとこで、それに白を足しながらですね、ドロ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 、すごい色やね。本当に僕なんかこうね一発書きである程度は持っていくんですよ。ちょっと朝と花が全然ちゃう。開き上がりましたな。参ったな。どこがどこかわからなくなったな。いいかではなかなかこれねすまないというか。混色よくしてください。白をようやく足しました。次に7段階ぐらいの明るい色を置いていきます。暗い色か。で画中で白を混ぜながらどっちかというと混色していくという。これちなみにこう喋りながらやってるから何言ってるか自分でもよく分かってない時ありますんでね。サイド高くなっていったらサイド高くなっていってもいいんじゃないですか。花動きやがった。この野郎。サイド高くなグレーズとかでしょうね。おそらくサイド高くなっていったら、乾いた後にグレーズとかする方のが一番楽ですよねと思いますよ。ちょんとあまりこの中でごちょごちょと混ぜるとですね、この染料系の色なんで混ざり合いすぎるのでちょっとこう
慎重に、混ぜた方がいいですよ。見えてますか？ここ光ってるな。ここ消す。暗い。そうでもないですね。これでいきましょうかね。油絵難しいんですよね。やっぱ画面が光るので、近所の工事の音もうるさくてすみません。やっぱ油絵は難しいんですよね。動画撮るのね。何回もやってますけど、やっぱ一生懸命描いてて気づいたらめっちゃ光ってたとかっていうのね、途中で確認できないので、しないというか夢中になるとですね。今日はね、多分縫った後の粘りっていうのを見せると思いますよ。おお、粘ってはるわおっさんっていうのをお見せすると思います。よく僕ね、高評会で言うてるんですね。粘れ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 って言ってね。この間どっかで食べた納豆がめっちゃ、大分でちょっと仕事があって大分行ってたんですけど、大分で食べた納豆がめちゃくちゃ粘り気あって、また動きがあったな。皆さん見えてないですよね。めちゃくちゃ粘り気があってですね、納豆のように皆さん頑張ってくださいね。エアコンの音ね、全然、エアコンね、今つけてないんですよ。エアコンつけようかな。でも今年まだ冷房つけてないので迷いますよね。アイリスですね。このサイズはね、ちょうどめっちゃ動きやがるな。くそ。ちょうどレターパックに入りますので、なんとなくさせてくださいね。レターパックに入るサイズの絵を描いてやがるな、このおじさんはっていうのをさせてくださいね。あ、この角度やな。まあ、油絵の送ってくる人と透明水彩がやっぱ半分ぐらいでしょうかね。油絵がだいたい2割ぐらい、アクリルが2割ぐらい、その他がっていう感じかな。いろんな画材のね、送ってきますもんね。アクリルガッシュでグリ材はできますか？できると思いますよ。でもガッシュっていうのは基本的には炭酸カルシウムがたくさん入っているから上に塗っていくグレーズとかはあんま適していないかもしれません。あんま僕もよく分かってないですけども適していないというか、ちょっと半透明、ガッシュってそういう意味ですから半透明とかっていう意味なので、不透明か。お、なんか元気な若者がおるぞ。元気なバイクを改造している若者たちが今いたような気がしたな。大好物ですよね、僕元気な若者ね。あんまいないですけどね、佐賀にね。最近若干増えてきてるんですよね。久留米とか近いので、久留米の方元気な方多いので、久留米の方とかで結構元気な若者が下がって道が走りやすいので、ね、改造されたバイクで、元気よく走ってらっしゃるんでしょうか。佐賀自体はあんまいないんですよね。のどかなとこですよ。少し花全体に、色がついてきたかと思います。ちょっと下のガラスっていうのはあんま描く予定なかったんですけど、もう描いとかんとしゃあないですね、ここまで来たらね。10分経過。10分経過。よいしょ。素敵でしょう。ね、やっぱマナで育てた花が綺麗でしょ。マナで育てた。よいしょ。この瓶がね、ちょっとしょぼいの使ってしまったなと思って申し訳ないですけどね。ちょうどいい感じで入るやつがなくてですね、失敗したな。グレー作るの難しいですね。
いや、2時にやりだしてみて、私個人的にはこの時間一番助かるんですけどね。でも、このシーズンはですね、シーズンって今言いましたよね。そうなんです。大好きなベースボールを今ちょうどやっているという。あ、そして実は恐竜が寝てました。変な時間に寝よったんですよね。またね。どっか連れてってくれるということなんで、ちょっと静かめにやっておきます。もう一回多分寝ると思うんですね、僕の予想は。よいしょ。よいしょ。ガラスはやっぱり映っている、向こうに何が映ってるかなっていうのはちゃんと見てあげることですよ。ね。サイズ的に言うと3ホールぐらいかな、これね。で、結構頻繁に、パレットは掃除してくださいね。僕なんかこうカッターナイフでビューッと拭き取ります。カッターナイフ。ちょっとね、小さいお子さんいるご家庭は気をつけてください。我が家ですけども。で、光がちょっと光っていて、こういうところなんか光ってるので、そういうのは光ってるのを書いといてあげた方が後々は楽ですということですね。で、背景も少し書いときましょうか。なんかブルーグレーみたいにしておきましょうかね。しまった。フタロシア人系っていうんですけど、強いんですよ、こいつ。だからこいつはすごい、なんていうんですっけ、フタロブルーって書いてましたっけね。こいつはなかなか強敵なんですよね。想像でガラスの花瓶、いやー、想像で。想像でか、こっから帰るのしんどいな。確かにですね、想像でっていうのも手でしたけどね。可愛いじゃないですか。タコスパーティーで使ったガラスっていうのもなかなかチャーミングじゃないですか。そういうこうね、ちょっとチャーミングなところもいいんじゃないかなと思ってですね。タコスパーティー。何年前やったかな。でもそうね、2年以上前やな。その学生のうち1人はあれですもんね。JA の鹿児島に勤めてますもんね。今思い出した。ということは、彼が来ていたということは、2年前以上やな。よいしょ。で、背景もある程度同時に書いていきます。見えてますね。大丈夫ですね。光をこっち側、右側の光を消したんで、左か、右側からの光だけになってしまったんで。光もどうしてもですね、今これ撮ってるところが日頃描いてるところじゃないのでですね、日頃自分の絵を描くところじゃないので、ちょっとやっぱりですね、難しいっちゃ難しいんですよねっていう言い訳をダラダラするというですね。でちょっと横とかも横というか中側とこう溶け合わすようなとこも作っておいていいと思いますよ。よいしょ。よいしょ。144、増えてきましたね。ちょっとね、いつもと違う時間なのでですね、後でアーカイブとかでもね、見ていただければと思いますしね。出た、気づきやがった。おとんおるやろっていうことに気づきましたね。お前何してんねんっていう感じでしょうね。ちょっと妻に今日は任せましょう。L 字の空間になっている状態です。16分経過。
まあグレートーンとかの下地やったらばそんな目立たないのでですね、塗り残しても案外で、ルーベンスなんかはこういう下地の色使ってたりするっていうふうに言われてますね。ルーベンス。まあ、ちょっとこう中と混ぜ合わすようなところは、例えば奥行きを出したいところとかは少し後ろと混ぜ合わせてみてもいいかと思います。本来はねグレーズとかしてとかするんですけどもね。多分ね根が浅いと思うんでね、いつもよりお花よりもまず周りのところ少しフォローしておきました。後からまた描くのも大変なんでですね、早めからフォローしておいてもいいですね。やっぱり皆さんそうなんですけどね、嫌なところ後に回しますよね。黒も使ったりしますね、私はね。おおお。光の当たってる方の背景を少し暗くして白さみたいなのを後々描いていくときにもっと際立たせるために、ちょっとこっちの方を暗くしておきました。なんか海外の人からいっぱい送ってきていただけるんで、ね、海外の情勢が分かりますよね。一方日本の方もねいろいろ大変ですけど。ね、皆さんご自宅でおじさんのこんなお絵描きに付き合ってもってライブペイントではやってないですけど、叩き筆とか使ってみましょうかね。まだ多分ライブペイントでは叩き筆っていうのを使ってないので、使ったかな、ちびっこの時使ったかな。大きく大きく作りながら画面全体を作っていってます。そういう作業をしてますね。で画面全体を見ながらですね。皆さんいいですよ、遠慮なく質問していただいてみんなどんな感じで見てるんですか？なんか静かになんか授業を見てるみたいな。まあなんかうちの学生もまあそうですけどね、もう静かに見てますけどね。お話聞いてって言うんやけど、いや静かにちょっと見てたいですっていう感じですもんね。ちょっとここの緑とかが映り込んでる感じはありますね。まあ日頃はここまでパレット洗わんのですけど、すごくこう色が違うので、まめにパレット洗うとこかなっていう気がしてます。スススススと。20分経過。もう一回紫色を作っていきますね。この本当に何でしたっけフタロブルーやったっけフタロブルーか。強いですね、色がね。めっちゃ強いですね。めっちゃ強いっていうことですよ、韓国の人。すみません、たまに変な関西弁が出ますけど、ものすごい強いっていうことですね。メッサとか言いますもんね。ちょっと下地の色が塗り残っているところがいくつか何箇所かあって、
で日頃ここまでスピード感持って描かないですよ、はっきり言うとくと。もうちょっとゆっくりやりますよ。これライブペイントでね、皆さん飽きひんようにしてる。早いでしょ。でもこの色を置いていく仕事はこんな感じかもしれないですね。まあ、早いですね。バッ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 と。で本物見ながらとか書くので、バッ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 で、まあ、白味という下地で書いていきます。確かに早いかもしれないですね。学生さんとかも早いって言いますからね。自分ではもう何年もこの仕事してるからもうわからないですもんね。そうか、早いのか、やっぱり。やっぱちょっと映って紫っぽく見えるところもありますもんね、ガラスの中でもね。タコスパーティーの瓶でございます。いいですね、土台としては悪くないですね。よいしょ。筆もまめにこう拭き取ったりします。ジョン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 。またちょっと床面のグレートーンをバシバシ。この床もあれなんですよね、私がペンキ塗ったんでなんでこの色ですかといろいろ聞かれたことあるんですけど、あったペンキ塗っただけなんであんまり聞かれても困るんですが、家にあったペンキを塗ったという、グリーングレーですね。なんか木のつなぎ目みたいな見えるんで、つなぎ目も書いておきましょう。少し下の方はしっかりと安定感が出てきましたね。肖像画描くとき実際に見て描いてるか、もう写真です、写真です。肖像画絶対無理ですね。何パターンも撮って、横、真正面、光の感じ、それでデッサンも描いたりすることが多いです。そういう多分あれがあるんですが、YouTube にも載せてますが、クロッキーで描いて、描きます。いや、遠方から来ていただいてこう取材したりとかっていうこともありますので、なかなか見てずっと描くっていうことは僕はないですね。でもやっぱり写真ただパシャッと撮っただけじゃなかなか難しいので、デッサンとかもやりますよ。叩き腕を使う時の強さが知りたいです。また面に対して垂直ですね。叩き腕の強さってどういうことかな。強く叩くか否かってことですか。板がだから別に強く叩こうが弱く叩こうが板なので跳ね返りがないんですよね。だからまあまあ強いと思います、私なんかは。で今日もこれはライブペイント用なんで、板でやってますけどもある程度強いと思います。でいいかな。今日ある程度密度を上げたバージョンというか、このぐらいまで書きやんねんなっていうのをお見せしますね。出ているのとこね、25分経過でだいたいこう土台としては出来上がってきているのがわかるかなと思います。よいしょ。土台としてはだいぶ出来上がってきているかなと。まあ下地の色もある程度描いていってなくなってきたかなぐらいの感じかなと思いますね。油絵ってね、なかなかこう皆さんにとっては馴染みがない人もいるかもしれませんよね。透明水彩の方がやっぱりとかっていう人もいるかもしれませんが、僕ずっと YouTube 作り続けてる一つはね、画材なんて描きたいものによって合わせるべきやというタイプの人間なので、なんかこうね、水彩やっても油絵やっても色鉛筆やっても鉛筆やっても何でもええと思うんですよね。何でもええんちゃうかっていうことを YouTube 上でずっと発信しているつもりですので、今日は油絵ということになりました。
濃いめの色ですね。よいしょ。楽しそうに書いてあるでしょ。あ、めっちゃ涼しい風吹いてきた。やっぱ外ちょっと涼しいんやな。ちょっと濃い色でちょっとグッと引き締めるような感じで、今置いていってます。濃い紫色かなんかでグッと引き締めるように置いていってます。よいしょ。まあ、もう本番の仕事ってものすごい緊張感でやるんでですね、禁煙されて変わったことあります。太りました。そのくらいかな。太りましたよ。やっぱり太りますよね。よう言われますけど、僕何回かチャレンジはしてるんですよね。で、やっぱりね、意志が弱いからですね、タバコは。で、もう何年経つかな、結構経ちますけどね、もう3年ぐらい経つんですけどね。まあ、太りますよね。やっぱり案の定ですね。変わったことはね。でもまあ、やっぱ、あれかな、うえっとか言わなくなりましたよね。うえってよく言ってました、朝。学生なんかも、僕が来たらすぐ分かるって言ってましたもんね。朝階段上がってくると、すみません、上上言ってね、申し訳ない。あ、うちの子供が怪我した。あ、もうそうすぐ行ってください。助けに行ったってください。少し明るいところも変えていきながら。大丈夫ですか？怪我したってね。ちびっこが怪我したそうですよ。大丈夫ですか？うちのちびもよう怪我しますよ。もう本当にね。少しずつ外側内側からこうせめぎ合ってきてるのが分かるんじゃないかなと思います。せめぎ合ってるということが分かってきてもらえると嬉しいなと思います。ぐっとこう外側から白が来て、内側から来てとかね。なんかいきなりこう細かい描写に入るんじゃなくて、やっぱりある程度までですね、土台をしっかり作ってからじゃないとあんまり意味がないというか、構造的に手前に例えば出てきてるとかっていうのが書けてから少しずつ密度を上げていかれる方がいいんですよね。造形的にドンとゴロッとした状態が描けてきてから少しずつディティールに入っていかれるとええんちゃうかなと思いますよ。ね、こんな喋りながら描いてるってなかなかですよね。あんまりいませんよね。まあ、ライブペイントって日頃やるやつってもっとでかいのにするんで、どうしてもですね、でかくないと見えないんですよね、後ろの方の人とか。でも YouTube のいいところが小さいのも寄りにしたら結構ね、見えますもんね。見えてる見えてる。ガラスの混色の色を教えてください。ガラスの混色の色って多分ないと思います。はっきり言うと。なんでかというと、他のものとこうして薄く見えたり、もともと瓶の持ってる、例えばこれって薄い緑やと思うんですけど、緑があってなんで、周り、失敗した。多分ないと思います。それね、それは何か間違えてますね。だから、ガラスの色というよりは周りのものが映ってるからここにはこうあるよという認識を持つということが正解なんですね。なぜここにこう映ってるのかな、この色なのかなっていうのをちゃんとこう見て観察して、絵の具を置いていくということをされてみてください。よいしょ。まあ、即座にやってるわけですね、これね。内側外側決める描き方でガラスが浮かび上がってくるのがすごい。ですかな。垂直強めですね。毎日通勤時 YouTube で拝見ありがとうございます。僕の昔の教え子のとこちょっと酔ったというか、その旦那さん全然美術関係ないのに通勤で私のいつも聞いてると言ってましたね。聞いてますか？
という感じで一応だいぶ土台が出てきたので、本来もうちょっと粘るんですけどね、30分ぐらいで決めてたので30分ぐらい経過したので少しディティールを書いていこうと思います。ちょっと次はこのぐらいの筆でまず書いていきましょうか。ちょっとこう光ってるのとかをクッと強めにハイライトを置いてみてもいいかなと思います。ちょっと変な光なんですよね。奥側が窓で向こうからも光来てて蛍光灯の光もあってとかもちょっとね、だから難しい状況で描いてるんですね。言い訳ばっかりしやがってって思ってるでしょうね。言い訳親父めってちょんちょんちょっとずつそのディティールもいきなりいくんじゃなくて少しずつこう密度を上げていくというかディティールのググググっと解像度を上げていくというような感じで書かれていった方がいいと思うんですね。いきなり細かいのになるとやっぱり画面の中でですね飛んだ感じというかいきなり細かいのが入ってきたりってなるので、これはですね6号です。先ほどまで使っていた筆は10号です。これどこ名村さんの筆ですね。FN ナムロンって書いてます。芝居ホイって有毒性があると聞きます。そうですね、有毒性。芝居実習。飲み込まんかったり、傷口に入らんかったら大丈夫やと思いますよ。今、画材でそんな危ないもんって、カドミウム、コバルト系とかやっぱ危ないは危ないので、どっちかというとそっちの方が危ないんちゃうかなとは思うんですけど、僕はもう油絵で死ぬんやったら、もうそれはそれで結構っていうタイプなんで、もうなかなかですね、今からそれを直すっていうのは難しいかなと私なんか思います。昔はですね、画材屋さんに行ったら顔料が売っていた、今も売ってたりするんですけども、顔料って言って要は色のついた粉ですね、が売ってたりするんですけども、顔料の中に一つね、コバルトバイオレットライトってあったんですよ。コバルトバイオレットライト。それよく見るとですね、顔料書いてあるんですよね。なんとヒ素だったんですよ。本当に画材屋さんに20年ぐらい前までヒ素が売ってたんですよ。である事件があってちょっとそれすごく話題になったんですけども、その顔料置いてあるっていうんで、皆さんもね知ってる方は知ってると思うんですけども、ある事件によってそのヒ素というのがすごく有名になったりとかですね。昔ですね、H ケミカルという会社があって、昔って言っても15年ぐらい前で、今名前を完全には出さなかったですよ。今もその会社あるんですけど、僕そこから結構顔料とか買ってたんですね。15年ぐらい前。で顔料とかあとは、炭酸カルシウムとかですね、そういったものが結構こう安価で安く買えるので、重宝していたんですが、ガラス良くなったでしょ。ある時ですね、またそこが話題になるんですね。それは何かというと、ある確か中学生か高校生が、爆破物を作ろうとしたと。で、逮捕されるんですけど、その彼の供述がですね、全部ネットで揃えたというんですね。わかりますよね。その会社から買っていたということですごく重宝してたんですけど、そこもダメになってしまったというお話が今から15年前ほどに、15年ぐらい前かな、僕は佐賀来て間もなかったのでありました。13年ぐらい前かな。絶対ネットで調べたら出てきますわ。高校生爆破物とかで多分出てくると思います。別に当時は違法ではなかったので、それを販売することはですね、でもやっぱりこうそういうのが作れてしまうということで、そういうので結構厳しくなっていったような記憶はありますよ。案外できてきたね。ね、ピント合ってますよね。ピント合ってますよね。はい。そうそう、キャンバス立てずに書くのめっちゃ難しいですよ。ありがとうございます。今のコメントめっちゃ助かります。そうです。めっちゃ難しいです。もうちょっと細かいディティールに行きますね。筆に関してはちょっとどれが合うかやりながらこう決めていくタイプなんで、今日絶好調の筆どれかまだわからないので、絶好調の筆に当たればいいんですが、調子が良さそうです、この子ね。絶好調の筆に当たるか否かが大事ですが、
この子はまあまあ調子が良さそうなので、この子をまず使っていきますが、ちょっと腰がないですね。やっぱ中学生の男の子の髪型ぐらいやっぱ腰がないと本当ね、中学生の男の子の髪の毛ってもうすごいですもんね。朝ついた寝癖がもうずーっとこうね、終日寝癖のままっていう衝撃的な、私もそうでしたけどね。中学生の男の子の髪ぐらい腰があればいいんですが、こいつはあんまり腰がないのでちょっと描きにくいので筆を変えます。いつもやってるこいつ、ちょっとこれだと細すぎるんですね。これ絶好調のやつ、こうやって僕マスキングテープをつけるんですね。こう本当に絶好調時のもう手がつけられないオリックス時代のイチローぐらい絶好調な筆なんですが、こいつやとちょっと細かすぎるんで、でもまあそれである程度までいきましょうか。本当にこうやって観察しながらネトーと。で大体これを一層書いてからもう次の日にはちょっとこうしおれてきてしまいますのでまあ、そこで写真とか撮って、2層目グレーズとかして、よりディティールとかを書いていきます。ある程度まではめっちゃいい匂いですね。近いので今日はこんな感じで絵の具、これ結構今ネトッと乗せたんですよ。ネトッとこいつをこのまま持ってきてネト、あ、変なとこ飛んだ。ネトと乗せます。このところも少しこうね。で、ちょっと明るいところにグッと厚めに乗せておいております。なんかあれですね。かなり作業的に戻りますが、下絵を墨入れするとき筆ペンでもいいのでしょう。筆ペンがね、まあ、ちょっとわからないですけど、染料系のなんかやつで練ってることがある、昔はそうだのがあったんですね。だから後で染み出てきたことが僕はあったんで、なんか本当は墨とかの方がいいと思うんですがね、というのぐらいで、ちょっとそれは試されてみた方がいいのかなという気はします。怖いところはちょっとあります。昔の私の作品でやっぱりちょっと染み出てきた、マジックとかで描いちゃったら絶対ダメですよ。もうマジックは、そうね。僕基本的に何でもいいよって言うんですけど、マジックで下書きとかを描いた学生の作品が延々とマジックが出続けたという作品は見たことありますので、ぜひ注意されてみてください。だいぶこう密度が上がってきてるの分かりますかね。40分ぐらい経過です。明るいところをグググググっと書いていってますね、今ね。でもちろん同時に暗いところも書いていったらいいんですけども、やっぱり一回筆こう使い出すと、こいつをなるべく、長いこと使いたいなっていうのが人間の欲でございますから、ちゃん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 。楽しいですか皆さん。そうですね、初動のでいいですよ。よいしょ。あ、よいしょ。よいしょ。まあ、下の絵の具も混ぜながらですね、混ぜながらグラデーションも作りますが、少しインパストといって厚くも塗りながらですね、描いていってます。本当にでもこれなんか日頃やってる仕事に近いですね。絵の具もやっぱりたまに水彩とかでもなんか言うんですけども、絵の具色をただ置くだけじゃなくて形にしてくださいねっていうことを言うんですね。で形も追いながら色も描いていけるとそれは理想的ですよね。だからちょっとここはボコッとさせとこうかなとかっていう形を追うこともしてほしいなとも思いますし、あずきさんはありがとう。おむつ台、本当ようやくおむつ替える。ありがとうございます。今日も今朝もね、おむつめっちゃ漏らしててね、おしっこまみれですよ。本当にもうめちゃくちゃありがとうございます。ね、そんなね、
ありがとう。出産予定祝いかな。ありがとうございます。ようやく紙おむつが買えますね。紙おむつ買えんかったから布おむつでいろんなとこ行ってですね、公園の水道でおむつ洗ったのは私ですよ。皆さん見たことあるでしょ。ゴシ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 おむつ洗って、またその濡れたおむつを履かせていたのはあれは私です。と言いながらこうやってね、ちょっとずつできてきたでしょ。ちょっとワンチンで見えにくいと思いますけどもね。うわ、優しいですね、皆さん、本当にね。本当にもうね、よかったね。うちのチビが喜んでぶるんちゃうかなと思って、もうちょっと頑張って書こう。あと、ありがとうございました。皆さん、昨日から今日の昼までにって言ったら、もう皆さん、ビタッと今日の昼まで、最後が12時ちょうどに高評会の分来てですね、実はもう午前中に今日3本取り終えました。めっちゃ楽です。もうありがとうございます。夜から送ってきていただいて、本当にありがとうございました。めっちゃ楽です。びっくりするぐらい楽でした。今日午前中に撮り終えたということで、明日ちびっことのんきに遊べるなっていう気がします。いつも日曜日もなんか若干こう入ってたりとか、下手すりゃ大学の方まで持っていくことも昼休みとか撮ってたんですけど、今日3本撮り終わったんで、うまくいけば今日中にあと2本撮れるかなと思いますので、もう本当ありがとうございました。もう皆さんのおかげです。ね、どうですか ?43 分。なかなかでしょ。あずきさん、私もそうです。ため息が出ます。どういうこと？あずきさん。あ、自分でも描けるという錯覚に陥りますか？そうでしょう、陥るでしょう。くくくくく、陥ってください。無理ですよ。ね。でもいいんですよ。それイメージトレーニングで大事じゃないですか。なんでもね、できそうやってやってみてできひんな、なんでやろうっていうのを考えるというね、ことでしょうね。ありがとうございます。本当に。どっかで話しましたけどね、私のいつも後ろに愛くんという人がいて、もういつも私の書き方を真似していて、後ろで見たら多分できるんだと思いますよ。後ろで見たら。こいつがもうちょっと腰があれやけどな、もうちょっと腰のあるなんかこのぐらいの船ないかな。ちょっと待ってくださいね。もう水彩も油彩も僕バラバラになってきてるんで、こいつがちょっと調子良さそうな気がする。あ、全然ダメだった。塗った瞬間に何が分かったかって、先端の毛先のなんか根性のなさですね。いや、根性論かいって話かもしれません。根性がないところであかんかった。はい、残念でした。多分なんかこういうのはなんか再利用組に行きますね。再利用組とは叩き筆に使われたりするように扱われることを言うのであると、ウィキペディア。そういえば昔僕15年ぐらい前、30歳の時ウィキペディアってあったんですよね。あれって誰か作るんでしょうね。僕30歳の時誰か作ってくれてたみたいですぐなくなりましたけどね。なんで30歳の時あったんでしょうかね。ウィキペディア。ウィキペディア。よいしょ。僕の頭映ってないね。だいぶね。まあ油絵でね、1時間ぐらいで描くっていうことですけどもね。で、ちょっとここのところの花のこういうところとか、最後本当にディティールを描いていきますね。黄色い花とか、まあちょっとね。こういう色が難しいんですよね。こういうのがね、なかなかこのビビッドな、よいしょ。まず観察すると、なんか白い毛ですね、ニョロニョロとした毛があって、でもう一回使いたいときはテレピンだけで洗ってください。ニョロニョロっとした毛があって、その子のところの先端に黄色、見えますかね。こうしましょう。こうちょん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 。毛の方向とか見ながらですね、ちょんちょんもめっちゃ細かいでしょ、見えへんでしょ、ごめんなさいね。もうちょんちょんちょん、これが本当ライブペイントですよね。こう佐賀テレビさんのカメラがついてりゃもっとよりに寄ってくれはるんでしょうけどね。ちょん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 。ちょん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 と。そしてこの先端に黄色と赤のオレンジ色が、こいつが難しい色っぽいですね。ちょん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 。ちょん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 。こういうの本当は2日目以降とかにやったりもするんですけどね。ちょんちょんと。ちょん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 と。
で花の先端とかの色ちょっと濃いところがあるんですよ。そういうところよう見て濃い色を作っといて、ちょん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 、ちょっと濃い色が固まってるようなところよう見てですね、もう観察ですよ、観察。私も大丈夫ですよ、老眼ですから皆さんね、皆さんと一緒、老眼。私の視聴者はほとんどがもう若い人なんでね、老眼の人ほとんどいないと思いますが、だいたい20代前半から中盤ぐらいの人気があるというのをね、僕は知ってますよ。ジョークですよ、ジョーク。あれ、先生の洗う姿が目に浮かびました。ペンテルの不透明水彩を合種という、多分ね、ペンテルの不透明水彩、一般的に言う、多分あれじゃないですか、ポスターカラーってやつで、まあ不透明水彩と言っていいんじゃないかなと思いますよ。あ、洗ってる姿、そうでしょ、ちびっこのおむつでしょ。そう。ちびっこのおむつをね、公園で洗ってるんですよ、いつも。ようやく洗わんでいい日が来た。ありがとうございます。ようやくね。1000円やったら一番安いムーニーマン買えるかな。ムーニーマンが安かったかな。何やったっけな。ムーニーマン、どっちわからん。もうわからん。適当な。うちの妻は本当優しいでしょ。こんなアホなことしててもね、一つも怒らないでね、いつもこう楽しそうにやってるからいいよって言ってくれるんですね。日頃のこうね、仕事のストレス、まあ仕事そんなストレスないんですけどね、もう本当にこんな感じでのらりくらりと授業もやっていて、先週は急遽オンライン授業にいろいろあってですね、オンライン授業に変わったんですが、うわーっと喋りましたね。ネット授業で。あれ初めて聞いた子たちやからどう思ったんかな。まあいいわと思って。よいしょ。ね、だいぶできてきたんじゃないでしょうか。ちょっと細かい仕事なかなか見えにくいですよね、やっぱね、さすがにね。そうね。この辺ぐらいまで寄ると結構見えるのかな。ちょっとこうもう少し下げてみますね、頑張ってね。あ、やばい、うちの恐竜に気づかれたかもしれない。はい、多分出ている、全然見えてないでしょ。あ、帰ってきやったんか。変な押してもうた。よいしょ。ちょっと待ってくださいね。多分ね、この寄りの仕事は皆さん見たいでしょうから動きますが許してください。あと10分ばかり。もうちょっと上かな。出た、来たさんのやら。自分が出演者と思ってやがるんですよ、 YouTube の。こちらにちょっとね見えますよね。ね、来よったさあいつ。分かってますよ、お兄さん。お兄さん来たでしょ。もう無理やね。もう一回ね入ってしまうともう無理ですもんね。もう諦めましょう皆さん。はい、来ました。はい、登場です。パパよ。はちゃん下で見ておいで。下のテレビで見ておいでよ。ねえ、下のテレビで見ておいで。ねえ、鼻くそほじらんの。すみません、鼻くそほじって今不適切な表現がございましたことをお詫びいたします。お兄さん、どうですか。どう、いいと思う。これどう。なんか喋ってはるでしょ。今日めっちゃイケメンやん。どうしたんな、ぴっちり横分けで。あんたちょっとお父さん油ついてるわって。よいしょ。もうあと10分ぐらいで終わろうと思ってたのに、君が来てくれたおかげで早めに終わることになりそうです。ありがとうございました。ちょっと最後こう止めときましょうか。だいたい約50分ぐらいですよね、皆さんね。2人目のお子さんありがとうございます。うわ、スパチャできるようになったらお湯ありがとうございます。ありがとうございました。ちょっと顔あんたも出すか。おいで。おいで。はいね、ちょっとすみません。今からちょっとスマートフォンを
スマートフォンを動かしますが、皆さんね、後ろなんか映ったらあかんもん映ってへんな。よし、ちょっとすみませんね。よいしょ、ちょっと待って、今手が映ってんのよ。これね、逆なはずだよね。こっちやと思うね。じゃあこっちやと思う。うわ、こんにちはって。あ、じゃあこっちここ見て。ね、今日もご視聴ありがとうございました。これ完成っていうか今の段階のだいたい50分ぐらいの段階なんですけども、触らない危ないからやめときや。これまたコミュニティ欄の方に載せておきますので、よかったら見ておいて。スーパーチャットもありがとうございます。イケメンでしょ、私かチビかどっちや可愛いですだってイケメンということで、皆さん本日もご視聴ありがとうございました。52分で、終わりといたします。じゃあさようなら、バイバイ、はちゃんバイバイ。バイバイ、ありがとうございました。ではでは皆さんさようなら。ここで止めよんとあかん。終了。